皆様こんにちは、ゼリナです。今回は7月のお気に入りコスメを使ったメイクをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。7月はディオールバックステージハイライトの新色の先行発売やコスメデコルテの新作アイシャドウなど大注目の秋コスメがたくさん発売されましたよね。今回の動画では私の7月のお気に入りコスメを実際にメイクしながらご紹介していきます。ぜひ皆様の7月のお気に入りコスメもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューはもちろんベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それではベースメイクから仕上げていきたいと思います。下地とファンデーションは新作アイテムは購入しなかったので、手持ちの中からおすすめのアイテムを使用していきたいと思います。まず下地はこちら。エレガンスのアクアクリアスムースシールド UV です。こちらは SPF50 プラス PA4 プラスの日焼け止め兼化粧下地で、しっかり日焼けをブロックしてくれるのに、化粧水のようなみずみずしいテクスチャーのところが夏にもぴったりなアイテムです。こんな感じで、かなり緩くてベタつき感の少ないテクスチャーです。私は汗をかきやすく皮脂も出やすいタイプなので、夏場はこういったみずみずしく保湿しながらもベタつき感の少ないアイテムを使用することが多いです。こちら側半分に塗りましたが、無色透明タイプで何度塗り重ねても白っぽくなったり、肌トーンが変わる感じがないので、上に重ねるファンデーションやフェイスパウダーに影響を出さずに、紫外線対策と崩れ対策をしたい時にとてもおすすめなアイテムです。続いてファンデーションです。こちら。ゲランのパリュールゴールドスキンフルイドを使用していきます。こちらのファンデーションはカバー力が高く上質なツヤ肌に仕上がるのにスキンケア効果もありながら比較的崩れにも強いところがおすすめポイントです。夏場は毛穴が開いたり赤みが出たりなど日中の肌変化も気になるので、こういったハイカバータイプのファンデーションを使用すると一日中涼しげな印象で過ごすことができます。自然なツヤ感も夏メイクにぴったりです。こんな感じの滑らかなリキッドタイプです。指塗りでも綺麗に仕上がりますが、軽やかさを出したいときはこういったファンデーションブラシを使用するのがおすすめです。今回はローラメルシエのファンデーションブラシを使って塗っていきます。ブラシに含ませて、スッと軽く伸ばしていくとこんな感じで、一塗りでも結構しっかりカバーしてくれるのがわかりやすいと思います。薄く伸ばした後にタップして重ねていくと、しっかり密着していくので、カバー力を高めながらも崩れを防いでくれます。はい、こちら側半分に塗ってみました。ファンデーションなしの方と比較をすると、自然にカバーしながら滑らかなツヤが出ている感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。ファンデーション自体のカバー力はかなり高めなので、この辺りにあったニキビ跡や赤みなどもコンシーラーなしでも綺麗にカバーしてくれます。ただ、ブラシを使って薄く均一に伸ばしていったので、近くで見ても厚塗り感なく仕上がっていますよね。湿度が高かったり汗をかきやすい季節はファンデーションの上にコンシーラーなど重ねるものが増えると相性によっては崩れや揺れの原因になる場合もあるので、ハイカバーなファンデーションを使って一気にカバーするのも一つおすすめのテクニックです。そしてこちらのファンデーションはスキンケア効果もたっぷりで、メイクを落とした後の肌も柔らかく、肌疲れしにくいところも夏に嬉しいポイントです。続いてこの上にフェイスパウダーを塗っていきます。パウダーはこちら。ディオールスキンフォーエバーヌードラディアントフィルターです。4月発売のアイテムの中でも特にこのディオールの新作パウダーは注目度が高かったですよね。マットタイプとツヤタイプの2種類が同時発売されましたが、個人的にはこのツヤタイプのしっかり毛穴補正をしてくれるのに粉っぽさが一切なく、ファンデーションのツヤを消しすぎない滑らかな仕上がりがものすごく綺麗でお気に入りになりました。今回のようにハイカバーなタイプのファンデーションと組み合わせると、このパウダーの厚塗り感はないのに毛穴補正をしてくれる感じがより際立って個人的におすすめな組み合わせです。今まで使用した粉っぽさを感じないパウダーの中でもかなり優秀な方だなと思っています。
ちらはブラシやパフが不足になっていないので、こういった大きめのフェイスパウダーブラシを使っていきます。まずは顔全体にトントンと軽く置くようにのせて、その後に磨いていきます。こんな感じで、全く粉っぽさのない仕上がりですが、肌表面をきちんとサラサラに仕上がっています。はい、こちら側半分に塗ってみました。パウダーなしの方と比較をすると、ファンデーションの余分な油分感は抑えられていますが、顔の高い位置に感じるツヤや立体感は綺麗に残っていますよね。そして近くで見るとこんな感じで、粉っぽさや厚塗り感はないのに、毛穴や凹凸が綺麗に滑らかになっているのがわかりやすいと思います。毛穴や凹凸を埋めてカバーしてくれるタイプのパウダーはありますが、このくらいナチュラルなのに毛穴を制してくれるのはすごく優秀だなと思います。そしてこの自然さですが、肌表面はしっかりサラサラになっているのと、皮脂や汗崩れにも強いので、粉感が苦手な方はもちろん、崩れ対策をしてくれるパウダーをお探しの方にもものすごくおすすめです。続いてはアイシャドウです。こちら、コスメデコルテのスキンシャドウデザイニングパレット04バレリーナです。秋の新作アイシャドウの中でも特にコスメデコルテは使いやすいカラーラインナップと上質な粉質が人気ですよね。こちらは全色レビューでご紹介して7色ともとても可愛かったですが、個人的には04のラメではなく質感でツヤっぽく見せる粉アイシャドウの上質な粉質が活かされているところがものすごくお気に入りポイントです。しっとりしていて柔らかいパウダーなので目元の乾燥が気になる時にも使いやすいアイテムです。今回は4色全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こんな感じで肌にしっとり溶け込むように馴染んで、微細なパールがとても上品です。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。このじゅわっとしたカラーがとても今っぽくて可愛いです。付属のチップの細い面にも取って、下まぶた全体にのせていきます。このカラーを下まぶたにのせると、程よく引き締めながら血色感を与えてくれる感じがとても可愛いです。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にシメールとしてのせていきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体に重ねていきます。この色と光でツヤっぽく見せるハイライトカラーが特にお気に入りです。はい、こんな感じでパレット全色を使ったメイクが完成しました。深みがあって大人っぽいパープル系の目元に仕上がります。最後に重ねたハイライトカラーは大粒のラメではないですが、角度によって光るタイプなので、さりげない上品さとしっとりした粉質がとても綺麗でお気に入りです。しっとりしたパウダーアイシャドウをお探しの方にかなりおすすめのパレットです。続いてのアイテムはこちら。ディオールのバックステージグローマキシマイザーパレット003パーリーピーチグローです。もともと大人気だったディオールバックステージのハイライターパレットに002と003の新色が追加ということで、全国発売は8月1日からですが、7月中から公式オンラインや一部店舗で先行発売を行っていました。00にも透明感たっぷりで今っぽい肌に仕上がってくれるところがすごく綺麗ですが、個人的には003の発色がしっかりしていて、ハイライトにはもちろんチークやアイシャドウとして使った時の可愛さがとてもお気に入りです。003はマルチに楽しみたいという方に特におすすめな印象です。今回はチークとハイライト、そしてアイシャドウにもプラスしてみたいと思います。まずは右下のカラーをチークとして頬の眼範囲に塗っていきます。こんな感じでしっかりのせていくと明るいツヤチークのような感覚で使えます。黄身寄りのピンクなので肌色をパッと明るく見せたい時におすすめです。続いて左下のカラーをブラシに取って、今度はこちらをハイライト使いしていきます。黄身系のベージュカラーですが、肌の上にのせるとかなり馴染みがいいので、磨いたようなツヤ感が欲しい時におすすめです。続いて左上のカラーをアイシャドウブラシに取って、下まぶたの黒目の中心部分にのせて、最後に右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。
はい、こちら側半分にチーク、ハイライト、そしてアイシャドウに使用してみました。全体的に黄身系のカラーで揃っているパレットなので、こちらをプラスすると肌全体が明るく生き生きとした華やかな印象に仕上がります。チークとハイライトに使用した2色はそこまで大粒ラメなタイプではないので、肌の広範囲にのせてもギラギラすることなく、磨いたような滑らかなツヤ感が楽しめます。そしてアイシャドウに重ねるとこんな感じで、上まぶたに重ねた左目のカラーはかなり大粒のラメなので、目元に贅沢な輝きを与えてくれるラメアクセントとしても活躍してくれます。今回は青み系のパープルアイシャドウの上に重ねましたが、程よい黄身と明るさがプラスされて、夏に秋カラーのコスメを先取りで楽しみたい時のバランスをとってくれるアイテムとしても活躍してくれます。最後のアイテムはこちら。トムフォードビューティーのグロスリュクス03カサブランカです。こちらは8月1日に新色4色が追加ということで、一足先にお試しさせていただきました。今回初めて使用してみましたが、ガラスのようなツヤツヤ感と滑らかな保湿感があるのに、全くベタつかなくて重さを感じないところがすごく優秀だなと思いました。夏にツヤ系のリップを楽しみたいけれど、ベタつきや重さが気になるという時にも安心して使えるアイテムです。唇の上にのせるとこんな感じです。グラスなので口紅の上に重ねてももちろん可愛いですが、結構発色がしっかりしているので、1本でも上品に仕上がります。この光を反射するツヤツヤ感がものすごく綺麗ですよね。はい、ではこんな感じで7月のお気に入りアイテムを使ったメイクが完成しました。ベースメイクは軽やかながらも厚さで気になる毛穴の開きなどはしっかりカバーして、後からのせるカラーメイクの映える肌に仕上げています。仕上がりももちろんですが、崩れにも強い組み合わせがポイントです。そしてポイントメイクは7月にはたくさんの秋コスメが登場したので、秋カラーを取り入れつつ重くならないように、青みのベースに黄身をプラスして、夏らしさも残してみました。皆様の7月のお気に入りコスメもぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。